皆さん、こんにちは。今回も、森渡りのビデオをご覧いただき、ありがとうございます。この動画は、宇宙サンドボックス MMO、スターベースの解説動画です。今回は、GPS、速度計として使える、i さんの設置を紹介します。i さんは、プレイヤーコミュニティのコレクティブが開発しています。公式が用意した、あらかじめ位置の分かっている4箇所の送信塔のシグナルを受信して、船の位置を割り出すシステムです。プレイヤー側の送信機は存在しませんので、これによって遠隔操作されたり、位置が追跡されたりすることはありません。では早速設置しましょう。まずは機材の入手です。機材の自作は、必要研究ランクが意外と高いです。安価ですので、オークションハウスから購入しましょう。缶まで開いて、次に、シップパーツ、デバイセズから、まずはアドバンスドヨロルチップを購入します。速度計が不要なら、ベーシックチップでも大丈夫ですが、価格に差がないので、こちらでいいでしょう。次に、ヨロルチップソケット。他にもヨロルを読める機器はありますが、これが一番わかりやすいでしょう。そして、スモールナビゲーションレシーバーです。これは、標準サイズもありますが、今のところ性能が同じなので、スモールで十分です。最後に、結果を表示するテキストパネルも買います。通常は、レシーバーを設置するハードポイントも必要ですが、今回設置しようと考えているレイバーは、モジュールを組み合わせて作られた船ですので、ハードポイントは購入せず、モジュールを作ります。イージービルドホールのクラフトベンチ周辺で、H キーから一覧を開いて、ベーシック、1ハードポイントを制作します。チュートリアルで、ベーシックモジュールの研究を選ばなかった方は、ポイントを貯めて開放する必要があるでしょう。鉱石が不足して、制作できない場合は、採掘に向かうか、オークションハウスの ORE、鉱石のところから買って揃えます。ピリオドでイージービルドモードに入り、1箇所をハードポイント付きに変えます。後部スラスタの裏側にあるハードポイントも実は使えますが、それはスラスターの増設に使った方がいいでしょう。ここにしましょう。ウェルディング、溶接ツールで右クリックすることで、丸ごと回収できます。そして、ベーシック、1ハードポイントのモジュールをショートカットに入れて設置します。通常では、ネジ打ちや溶接が必要ですが、イージービルドでは不要です。さて、次は、モジュール以外のパーツを設置していきますので、ピリオドでイージービルドモードを解除します。まずは、スモールナビゲーションレシーバーから、C キーでスナップモードを切り替え、XYZ キーで回転できます。おっと、ご機嫌が悪いようです。一旦空中に設置して拾い直すと多分治ります。モジュールではないので、手動でネジ止めします。送信部分にフォーカスして、ユニバーサルツールのデータタブを開き、名前を変えます。カーソル操作に切り替えるのはタブキーです。左側のデータ名側は、間違えて書いた場合は、線削除すると戻ります。ヨロルコードにとって名前が長すぎるので、シグナルストレングスを A、アルファ、そしてターゲットメッセージを AT、アルファ、単語に書き換えます。次に、リッスンアングルのデータ側に180と入力することで360度、全方向の受信になります。次は、ヨロルチップソケットを設置しましょう。足元でもいいですが、メインフライトコンピュータなどをいじると、慣れていなければ航行不能になりますので、離れたところがいいでしょう。お、ここがぴったりです。ボルトツールを持って、左クリックの長押しでオートボルトしてくれます。それからケーブルツールに持ち替えて、端子とダクトをつなぎます。端子側は緑になれば、
ダクト側は赤マークがつかなければきちっとつながっているでしょう。次に、ヨロルチップに書き込みを行います。実際に書き込む前に、設定を変えましょう。エスケープメニューから、ゲームプレイ、カメラと進んで、ヨロルチップを開いた時と編集中に、全画面表示になるようにチェックを入れます。入れないと、ヨロルチップに顔を押し付けないと見えません。鍵マークをドラッグして開き、コードを1行ずつ正確にコピーしていきます。コピー元は概要欄に貼っておきますね。開発が日々行われているので、公式ウィキの紹介ページも貼っておきます。最新のコードを探すと、精度が上がっていたりするかもしれません。書けたら、エスケープキーで閉じて ZIP ソケットに入れます。最後に、テキストパネルです。運転席のパネルには、なぜか、愛さん専用と言っても、過言でないような空白が空いているので、そこに貼り付けます。パネルバリューをアンダーバーに書き換えると、ヨロルコードが検出してデータ値を書き換え始めます。正常であれば、XYZ の現在地座標が表示されるか、または i32 オフラインと表示されます。i32 オフラインの表示はストリーマーモードといって、これは座標が映らないようにする機能です。正常であれば、テキストパネルのアンダーバー右側の値を消すことによって i3 を再起動すると、オフになり、座標が表示されると思います。いくつかトラブルシューティング例を挙げておきます。シグナルロストと表示されたら、あなたは送信タワーの限界距離である 1000km 以上に離れた冒険をしています。ということはないでしょう。おそらく、ナビゲーションレシーバーの受信角度が180になっていません。キャントシーレシーバー。セーフゾーン内でレシーバーが壊れることはないでしょうから。レシーバーの設置がずれているとか、値が間違っているとかでしょう。アンダーバー0。これはテキストパネルのデフォルト値です。値が更新されていません。テキストパネルがきちんとネジ止めされていないと思います。これらのトラブルは改善してからパネルをチェックしたり、i さんの再起動も試しましょう。それでも、ダメな場合、ヨロルコードが間違っているかもしれません。同じ行を2回貼り付けたり、コピーが欠けていたり、一部を修正しても、間違った状態で実行されていた場合は、全書き直しが必要かもしれません。思いつく原因はこれぐらいですが、バージョンが変わるとエラー表記が変わることもあるので、他の症状はコレクティブ公式ドキュメントを参照してください。座標表示が正常なら、次に速度計をオンにしてみましょう。チップの先頭、SP イコール0となっているところを SP イコール1に変更します。テキストパネルのデータ値を削除して、i さんの再起動を行います。テキストパネルの S のところが速度です。停線しているので、今は0でしょう。では、満を持して、出発です。無改造のレイバーは、速度が、およそ、毎秒60メートルです。スターベースの最高速度は150なので、あまり速くないです。研究を進めて、ボックススレスターのモジュールをつけるといいでしょう。参考までに、貨物がないときに、4台で毎秒110メートル、8台で毎秒130メートル、12台で毎秒150メートルのスターベースにおける上限速度に達します。
i3 システムに使われている送信タワーが見えてきました。いいデザイン。この眺め、私には雲が一箇所に吸い込まれているような形に見えるのですが、そうではなく、この世界は土星のリングの内側のような場所です。リアルなリングも実際に小型の岩石と衝突でできた塵土が分布しているそうです。愛さんの座標は円形に広がるステーション群の中心にあるワープゲート付近を0とします。ゲーム開始時の立ち位置でリングと平行の右方向を X とし、上、つまりリングに垂直な方を Y、手前、つまりリングの外側に向かう方向が Z です。座標は直線ですので、遠くまで行けば X 軸もリングの中に入ります。利用範囲は開発が用意した送信塔を利用しているため 1000km 以内です。リングの半分も届いていません。将来的に位置を測定済みのプレイヤーステーションを利用してもっと広く座標検出できるようになるのでしょう。位置精度はプラスマイナス 100m で、速度計もその変化を利用しているためほどほどの精度ですが、停戦すると位置精度については精度が上がっていってプラスマイナス 1m になります。愛さんには受信機を4つ使ったクワッドタイプがあり、そちらは停戦精度がプラスマイナス 5m に悪くなりますが、航行時の精度がプラスマイナス 50m になります。送信塔はテスト飛行モードでも機能しているため、シップデザイナーでデザインした船を建造する前から速度測定できます。船の設計がメインの私にとってはとてもありがたいです。愛さんの位置情報を利用して自動操縦なども頑張ればできるでしょう。やってみたいと思いませんか？それでは、以上で愛さん、GPS 速度測定システムの紹介を終わります。ありがとうございました。この動画が役立ちましたら、高評価をいただければ励みになります。続編があればいいなと思われた場合は、この動画からチャンネル登録やコメントをいただければそれがわかりますので、よろしくお願いします。